こんにちは。今日は製図をやっていきます。まず、このように紙を置いてください。背中を自分の方に向けて普通はしていきます。ここ、O点ってよく言われるところなんですけど、ここからまっすぐブーンと書いてください。そうですね。80センチくらい引いてたら大体いけると思います。かまぶかっていう寸法がありまして、この人形で説明すると、O のここからここまで。ネックの総丈測るとこから、こういう感じで、まっすぐ水平になるように置いてもらって、で、この高さを測ってもらって、だいたい20センチぐらい、20センチ、21とかなって、1.5 足したら23から5ぐらいになるんじゃないかなと思いますんで、で、測ってください。この O 点からここの距離までが、かまぶかプラス1から 1.5。O 点の首の根っこから腕の付け根から水平に出したところら辺までが、かまぶかっていう寸法ですね。あんまりレディースで使わない寸法なので、ちょっと慣れないとわかんないかもしれないですけどね。で、これの半分がこの寸法です。この最初にまっすぐ引っ張った線に対して直角出してください。で、ウエスト40センチ前後に上がってると思うんですけど、41、2前後に上がってると思うんですけど、これは身長がこうあって、2.62 っていうのは、身長が170センチだとしたら、これが 2.62 っていうことね。身長から総丈を引いてる。総丈を引いてるっていうのは頭の大きさを引いてます。で、この場所、1なんですよね。1が隠れてる。まず身長を1対 1.62 に分けたいってことですね。で、分けて頭の大きさを引いてます。他のウエストを出す方法っていうのもいくつかあります。例えばこれで言うとちっちゃく前に習えっていうのをこうやってあげて、ここの位置がウエスト。まあこれでバランスが人形なんで悪いんですけど、ちっちゃく前習えやったここがウエストだっていう考え方もあります。一つの目安と覚えてください。またちなみに言うと着丈もこことここ、手だらんって鳴らして、こことここを結んだとこが着丈ですよっていう考え方もありますね。あと、もう一個考えられるのは、お尻、ズボン履いた時にシャツ入れるから、もう、これ以上長いとタブるんですね。ブラウジングが多少あれば別ですけど。だから大体このお尻のここにお尻がこうあるじゃないですか。なんかこのあたりかなみたいな。このあたりかなみたいなことも考えられます。で、僕の説明の方の着丈だと、次は身長を、1対 1.42 に割ってますね。上が 1.42 で、下が1に分けて、で、頭の大きさ引いてるっていう感じですね。で、これがだいたい170センチだったら、頭の大きさだいたい25で計算してくれればいいと思うんですけど、ここからここが75ぐらいに上がってる。170センチだったらね。で、もちろん靴履くからちょっと身長高めに持ってくるっていうのもありですよ。靴が3センチの靴履くんだったらとか入れてもいいし。だいたいね、革靴でも3センチとかは上がってるんで、そういうの入れてもらってもいいかなと。で、さっき言った寸法でウエストを出してもらって、このヒップも18から20の間を取ってもらえればいいです。まあ、背の高い人だと20ぐらいいくのかなって感じで、そこまで引けたら、ここ、よく O を決めてもらって、5センチ下にシューッと引いてください。次はここ O からかまぶか寸法プラス 1.5 もしくは1センチを足して半分で真ん中をスーッと引いてください。このまっすぐ引いた線に対して直角を引いてください。で、かまぶかの寸法もプラス 1.5 かなんか取ったね。寸法、ゆとりを入れた寸法もスーッと引いてもらって、で、ウエストもさっきいくつか説明したので、さーっとまっすぐ。これも向こうまで引いてもらっていいです。この下はまだここチェックだけしといてください。ここだけ。で、ヒップも引くならギューッと引いておいてください。まあお尻が大きい人だとちょっと参考寸法としてね、ヒップ取っときたいっていうのもあるかもしれないんで。そこまでいったら、この3センチを後ろに出してください。ギャザーもしくはタックの分量だと思ってください。この3センチも僕まっすぐ書いてるんですけど、ここでど真ん中割って、ここで3センチ開くっていうのもありだし、この線に対して直角になるようにちょっと下げて引いてもらってもいいです。3センチ出してぐーんとまっすぐ斜めに引いてください。そして、この裾の方は、この線に対して直角でビーンって引いてください。先に、じゃあ、背中出してるんですけど、最初にまっすぐ下ろした線からでいいので、ゆとりを入れていきたいですね。ここからブーンと引いて、ここの寸法っていうのが、ちょっとタイトかな。B プラス6で入れてるんですけど、メンズの場合 B っていうのが何かというと、C って書いてありますかもしれないですけどね、チェストって。まあ、ぐるり
バストだと思ってください。この B っていうのが、例えばバスト90だとしたら45。これちょっとメンズの特徴だと思うので、そこだけ勘違いしないようにしてください。それに、ぐるりで12センチついてますね。でぐるりで12センチっていうのはちょっとシャツにしてはタイトかなと思います。普通14だと思ってもらえればいいです。で、もう計算してここでこっち側引いといてください。まっすぐね。で、ここ決めてもらって、で、前から胸幅測ってたらプラス 1.5 胸幅に足してもらって、ここ決めてもらって、で、こっちは3分の B プラス5センチ取ってくれればいいかな。でも5センチちょっと多いと思う。6センチで取った人はちょっと多いかなと思うので、もう等分に分ける場合もあるので、等分に分けるときっていうのは、この幅、先に引いてください。B プラス6から3分の B マイナス 2.5 っていうのを引いて、それを2分の1してね。打ち込んでくれればいいかなと思います。正幅寸法を使う場合は、もう一個やり方っていうのがあって、正幅寸法を使うんだったら、ちゃんと正幅っていうのを測って、正幅っていうのは、これで言うと、ここからこの腕の付け根までの長さっていうのを正幅。ただ正幅と胸幅ってちょっと慣れてないと測りづらいんですけど、正幅寸法を持ってるなら、プラス、ゆとりかける 0.4。そう。0.4 を足してくれればいいかな。で、前は胸幅プラスゆとりかける 0.3 かな。で胸幅も一緒。こう測る。その場合ちょっとどうだろうな、等分より背中の方が長くなると思いますけどね。それでも全然 OK です。まあどっちか好きな方を選んでもらえればいいです。このやり方か、等分に分けていくってやり方か。で、ガバーンと引っ張ったら、このアームホールの部分を真ん中で分けてください。すごい厳密に言うと、ちょっと1センチぐらい前にした方がいい可能性もあるんですけど、真ん中でいいです。ね、分かりやすく。真ん中のとこね、分けてください。じゃあ、ここ、肩幅の方行きましょう。ここの O 点から、まずネックを書いていきます。で、カラー寸法から出していくので、カラー寸法を8分のカラー寸法をしてください。38だったとしたら、4.75。4.75 が、ここからここまでが 4.75 なので、この粒2つを割ってください。2で割ります。そしたらこの粒丸に1つになるので、これが 2.375×3 で 7.125 になるのかな、ここが。ちょっと狭いかなって思っちゃうけど、まあこれで書いちゃってるし、これでいこうか。で、7.125 になるので、あとね、もう一個別のやり方っていうのがあって、カラー寸法に6分の1プラス1足してください。それだったら 7.5 になるので。っていうやり方もあります。この長さっていうのはまあいろいろね、撫で型だったり首が前についてるとかいろいろあるんですけど、基本この3分の1で取っといてくれたらいいです。で、肩落ち寸法4センチ取るので、この線に対する直角をネックの位置からブーンと向こうに出してもらって、4センチ下げてください。4センチ。この O 点から肩幅マイナス1って書いてるのは結構ドレスっぽいシャツにしようかなっていう時はマイナス1取ってください。だから、もっと長く取っても全然いいですよ。1.5 足してもいいし、カジュアルとかだったら。最近だったらもっと落ちてるので、ガンガン落としてもらっていいと思います。バーっと引いてくれて。だからここと、この線が交わるとこっていうのをチェックしてもらって、肩線を引いてください。シューッと引きます。じゃあ、アームホール引きましょう。このかまぶかを半分にした線の、さらに半分にしてください。で、これがあまりにも長いと6センチ、7センチとかある場合ってあんまないと思うんですけど、もし7センチとかあったら、そうだな、5センチぐらいのところにチェック入れてもらったらいいかもしれないですね。ここが結構当たるんで、その位置をできるだけ通るようにしてください。5ミリぐらい入るみたいな。こっち上側にね、入る線で、ここからシューッとカーブ引いてください。シューッと。ここは絶対、背幅の長さっていうのは絶対、ここは通ってほしいな。ここのカーブ引いてもらったら、ここ、1センチ下げる。ここはダーツ、背中の丸みみたいなところを取る部分なので、ここ、1センチ引いてください。こっから3分の1強ぐらいのとこに入るように、このヨーク幅のど真ん中よりかややちょっと外側から行ってもらったらいいです。そのあたりでスーッと引いてみてください。アームホール引いて、ここにスーッと入っていく。
次、脇行きましょう。シャツって10センチちょっとちっちゃい方がかっこいいとかいろいろウエストね行くんだけど、あんまりきついと、あれなので、2センチ2センチでいいです。で、キューっと、ここ僕ちょっと下手くそな書き方になってるんで、いびつになってますから、綺麗にしてください。ここら辺は、インカーブして、アウトカーブで、インカーブでシューッと入っていくって感じでね。僕の場合、こっちは全部インカーブっていうか、こういうカーブで弾いてるんですけど、これは好きなのでね、こういうやり方もあるよっていうぐらいで思ってくれば、特にそれがどうかっていう問題もないんですけどね、なんか好みだと思ってください、ここは。で、ここ、綺麗にね、こっち側のカーブの方が綺麗かな。じゃあ、ここまで今書いてるじゃないですか、前ね。3.4 の打ち合わせをつけるんですけど、ちょっとめんどくさいんで 3.5 にしましょう。なので、1.75 の打ち合わせをつけてください。シューッとつけてもらって、この幅、後ろの点幅、この星マークをシューッとこっち側に取ってください。この線、ネックの線からシューッと出した線より1センチ下げてます。同じでもいいけど、ちょっと前の方が少ない場合が多いと思います。ここに星マークと 0.5 取って、この線に対して1センチ下ろして、星マーク取って、真下に 0.5 プラス足して、ここカーブ書いてくる。で、片落ち4センチ。ここからまっすぐでいいので、で、こことここくっつくので、この四角い寸法を肩幅で取ってください。だから4センチ下がった線と、ここからその寸法が重なるとこ、コンパス使うなり定規使うなりでやってみてくださいね。そこまでいったら、これ直上してください。ビューンと、ここまっすぐ上げてもらって、こことここの高さにチェック入れてもらって、ここは通って、できるだけ目安なんですけど、通ってもらって、これ直上上げたら、この辺りで 1.5 ぐらい入る感じで、最悪ここ通んなくてもいいっちゃいいけどね、こう入る感じで、カーブ書いてください。ぐーっと書いてください。で、その時にアームホール、実質のアームホールに 10% か 15% 入ってたらいけると思います。これ以下になると結構デッドかな、みたいな。まずくないっすかみたいな感じになると思うので。で、ここ、ヨークはまっすぐ書いてください。まっすぐの方がヨーク。で、弓みたいになってるのが見頃だと思ってください。で、これなんでこんなことしてるかというと、ここは、ちょっと重ねることによってシャツでちょっと前肩作りたいなと思った。メンズってこう前肩っていうのがなんか大事なんで、緩かったらもうこんなのしなくてもいいかもしれないけど。で、こっち側もネックに登らせようと思ってるんで、ちょっとこれもネックを大きく取った時はこれやんなくていいんですけど、あと撫で方の人とかだったらやった方がいいかもしれないね。けど首に繋がっていくときになんとなくこっちの方がうまくいきそうな気しません？スッと上がっていくっていうか。だからまっすぐの線がヨークですよ。もう一回何度も言いますけど、まっすぐの線がヨークで、カーブしてる線が見頃。これでバーっと引いてもらって、そしたら次、ウエストから29センチ引いてください。で、ぐーんと引いてぐーんとカーブ。そうだな。この半分、14.5 のとこで分かれていくところになるので、ヒップよりちょっと上ぐらいに思っててくれればいいかな。ヒップの一番お尻が出てるとこよりちょっと上のとこらへん。この足の関節が動くらへんのとこ。この辺からちゃんと動くじゃないですか。木の人形だと動かないけど、こう歩いていくときに、こういう感じで、この辺りから動くから、その感じのとこらへんと思ってもらったらいいかなと思います。なんとなくね、これね、カーブ、シューと。これもデザインで好き好きにしてくれればいいですけど、どんな感じになりたいかっていうもんで、中に入れて着る場合がほとんどなのでね、こういうラウンドしたのは。でも別に外に出してきてもいいので、それは自由なんですけど、外に出して着る場合は、ちょっと考えた方がいいんじゃないかな、このカーブを。デザインなのでね。っていう感じで、だいたいできたと思うので、ここのノッチちゃんとつけといてくださいね。僕の袖付けはちょっと前に入れるって言ってたので、この1センチと、ここがノッチになる。袖下がここに来るので、これだけ覚えといてください。ネック、ここからガーッと測って、上まで測って、またヨークのビーって測って、で、こう測るじゃないですか、ネック。その寸法がカラー寸法に対して、3センチ以上大きかったらちょっと、3.5 とかになるとちょっと、みたいな感じになるんで、それは何なりと修正した方がいいな。どこが長いと思うので。このヨークをこっちにくっつけてパターン完成にしてください。もちろんこの線を全部
パターン裁断するときに合わせてほしいんですけど、それはまあまあ後々なので、じゃあ袖に行きましょう。これ薄く書いてるのが身頃だと思ってください。で、身頃の肩線と肩線くっつけて、そのど真ん中を取ってもらってまっすぐ下ろしてください。それの真ん中にチェック入れてもらって、それにプラス4センチぐらい足してください。普通のシャツからすると袖山が高いと思います。普通のシャツ多分この真ん中で多分取ると思う。もちろん普通のシャツみたいに真ん中で取っても全然ありですけど、なんとなくこの肩のとこの上がりが12センチぐらいの山の高さで僕取ってるんですけど、普通のシャツもっと低いと思うので10センチとかね。あんまり15センチ、16センチになってるとちょっとジャケットの袖ぐらいの袖山の高さになるので警戒してほしいんですけど、チューッと引いて真ん中に4センチ足したとこぐらいを切ってください。さっき1センチ前にしてるので、そこから四角を取って、そこから測って星マークを取って、カーブで測ってもらって、で、この線からまっすぐ星マークを取ってください。この袖底の線に合うように星マークを取ってください。で、後ろ側も三角はこの1センチ前に出した線からここまでを三角。まあ、ヨークの部分抜いていいので1センチこっち抜いてますね。ここで取ってください。この長さを。で、カーブをスーッと引いてください。いろんなね、考え方があるので一概には言えないんですけど、だいたいこのチェック入れた四角のとこにチェック入れといて、カーブで引いてもらえれば、スーッと。これが何センチだろうな、3ミリか4ミリぐらいかな。5ミリでもまあ1センチってものはすぐ綺麗につくときはつくからもう好みなので何とも言えないんですけど、ここに関しては好みなので。で、あんまりジャケットとかワンピースとかだったらここにクリア合わせするんですけど、しなくていいって言うと変だけど、してもいいんだけど、この形でするのちょっと難しいと思うので、1センチぐらいはやってもいいかな。1センチぐらい。こっちは、なんていうかな、こう、ミジンコみたいな形で入れてほしいな、これ。ビーンと。ここちょっとだけ中入ってもいいけど。ここも背中だと思ってもらったらいいな。シャツだからちょっと動きやすくしたいんで。カジュアルだったらこうやってするのが結構多いと思うんですけどね。本当にスッキリさせたからこう食ってもいいんですよ。僕ちょっとこうした方がいいかなと思ってるタイプなので。で、ここ上。ヨーク幅の部分は、ほぼ直線に近いっていうか、あんまりくるってならないでほしい。なぜなら、ストライプの時に、ヨークと袖のストライプっていうのはすごい合わせたいんで、あんまりカーブをきつくすると合わなくなってくるんで。スプリットヨークの場合なんだけど、スプリットヨークって背中心で分かれてるヨークは肩線に対して縦地の目を取るので、その地の目がこのラインにガーッといい感じに伝わっていくっていう、ここの柄合わせをするので、ストライプの時っていうのは。できるだけあんまりギュンって急激に丸くなるような風に書かないでほしいんですね。で、前が 2.5 で、後ろが、これは肩下がりによって変わるけど、4センチぐらいかな。その分を取ってほしいです。で、そこチェック入れといて、下、ちょっと伊勢たいんですよね、ここ。袖下。3ミリぐらい伊勢たいので、で、ノッチ置いててもらって、大体でいいので、このノッチの高さと同じぐらいになってるか見といてほしいですね。大体でいいのでね、全く一緒にはなかなかなんないかもしれない。で、なんで3ミリ伊勢るかっていうと、伊勢たらカーブちょっときつくなるっていうのが一つと、浅く描いてるカーブがここでちょっと伊勢ることによって、このカーブに近くなる。近くなって、ちょっと楽になる。あと、縫い代が釣りづらくなるんで。縫い代がこう身頃側に倒れるので、特に袖下のとこは釣りやすいので、釣りづらくなる。二つ利点があります。で、袖山ができたら、ノッチで、この点のとこもノッチして、ヨークのとこもノッチ入れてもらって、こことここがくっつく。こことここがくっつく。で、この袖下のとこと1センチ前に2とこがくっつく。で、ここはヨーク幅がくっつくって感じで。で、袖山の方はそうだな。もう生地にもよるんですけど、僕ちょっと入れたいんですよね。で、4センチとか入ってると絶対ピリピリピリってなって 3.5 でも結構きついと思うな。でも2センチとか 1.5 とか 1.1 とかだったらもう全然入ると思うので、それで入れたい。けどあんま入れるとね、ここさっき言ったストライプが変わってくるとかいろいろあるんで、伊勢入れるとしたら、ここのバイアスに近い部分で伊勢を入れてほしい。ここまでいったら、袖丈を決めましょう。雪丈っていうのを測ってください。雪丈っていうのはどこかというと、横点。ネックの後ろの骨が出てるとこね。骨が出てるとこから肩先を通って、ここまで袖丈測ってもらったら、それ雪丈になるね。まあ、雪丈もいろいろこうやって測ったりとかもね、そういうのもあったりもしますけど、まあ普通に測ってもらったらいいです。
雪丈から肩幅、服の肩幅引いてください。肩幅って半身ですよ、もちろん。で、カフス幅7センチ引いて、で、さらにブラウジング5センチ。ブラウジングっていうのは、こう、例えば袖をギュッて曲げた時に、ここの突っ張られないよね、こう曲げた時に、ここ長くなるでしょ。それブラウジングって言って、ちょっとここにだから、ふわっと手首のとこでここでがっちり止めて、若干ここにふわっとなってるっていうのがあるので、それを入れてください。それが5センチぐらいかな。だからカフス外してきた時っていうのは、袖がこの辺りまで来るんですよね、普通は。この辺りまで。っていう感覚でいてもらえればいいです。で、それをここから、この点からブーンと引いてもらって、ここに行きます。ね。で、横線バーって引いてもらって、直角線をガーって引いてもらって、この端からまっすぐ下ろしてもらって、で、タック分量に袖口幅、手首周りの幅、プラス 0.5 から1足したものを、ここで取ってもらって、さらにタックを取ってもらって、タックをどれくらい入れるかによってね、変わってくるんで、タック取ってもらって、反対側の線からシューッと下ろしてたとことの半分ずつ分配してくれればいいです。で、ここまで来たら、端から 4.5 取って剣ボロをつけます。4.5 のところから15センチ取って1センチ足して、この幅は 2.5 センチ。一番上から下の点々点って書いてるのが 3.5 センチ。0.5 センチ上に上げる。上の点線をね、点線というかステッチを。ボタンの位置は下から5センチ。ここから3センチ取って、タック3センチ。で、1センチ上げて3センチ。もちろん、このタックが重なりたくないって人は、ここ 1.5 開けてもらってもいいですよ、この間。3、3、1、3にしてますが、3、3、1.5、3にしてもらってもいい。そしたら、こう、タックが辛い位置になるんでね。そういうのも全然自由にしてもらっていいんですけど。カフスは、手首周りプラス 0.5 から1。なんでそれにするかっていうと、さっき言ったように、手首でロックしないといけないので、これもどこに来るかっていう問題で、ここまで来てほしかったら、この長さに合わせるべきなんですね。で、厚みの 0.5 とか1センチで、カフスって硬いので、どこに止めたいかっていう問題があるんで、ここで止めたかったら、この長さでいかないといけないですよね。手首周りもだから測る部分をここにするのかここにするのかってちょっと変わってくるんで、僕の考えではここをもうぴったり測ってもらってその寸法に作るっていうのがいいと思いますけどね。っていう感じです。で、それがファイのね、長さなので、で、ここに、持ち出し分 0.75 と 1.25 分をつけてください。0.75 と 1.25 分をつけて、カフス幅だいたい7センチなので、襟行きましょうね。で、襟は、後ろ測って、ヨークのとこ測って、で、四角測って、で、前縦の 0.75 を出す。で、3センチと後ろ 3.5。で、ビュってまっすぐ引いてもらって、ここでカラー寸法になるように畳む。ヨークのとこで畳むと思ってもらえれば。で、0.75 でカーブにするか角にするかを。ここまっすぐ上げるよりも安させてもいいかなと思ってます。何ミリかは。直角じゃなくてもいいのかなと思ってます。なんか襟の厚み分があるんで。で、これでカーブきれいに引き直してもらって、だいたいここはまっすぐ引いて、ここからギューンといって、グーンといって、グーンみたいな。で、もう一回これカーブで引き流したと、もう一回測って、カラー寸法になるようになってるかどうか測ってください。カーブにした時にちょっと長さが変わったりするかもしれないね。測ってもらって。で、それができたら、こっち、羽襟。この大襟を元に羽襟を描いていくんで、ヨークまでは、1.2 幅で描いてくれればいいので、ね、平行に描いてくれればいいです。で、後ろ 0.2 出しといてください。一応厚みのね。で、0.2 出したら、ここ 0.2 出した分、ちょっと直角を考えないといけないので、ちょっと長くするか、えぐっていくか。ちょっとそれはどっちでもいいので。で、ぐーんといって、このヨークあたりから、1センチから 1.5 を上げてグッと描いてくれれば。1センチだと、なんていうかな、ふんわりしないかな。1.5 だとふんわりすると思ってもらえればいいです。もうちょっと上げてもいけるんだけど、あんまりね、芯の硬さとかいろんなものに対して、このあたりが、こう、無理が来ちゃうんで、あんまり上げるとね、スーッと引いてもらって、で、このカラー寸法になるようにね、襟付け線もね、測ってもらって、この長さ、7センチっていうのがポイントって言うんですけど、1.5 とかでグッて引いちゃうと、7が7よりも短くなるから、ちょっと長めに取っとくっていうのはあり。で、これ、好きな感じの
襟に書いてくれればいいです。だいたいこう合わせた時のまっすぐでオーダーとかだったら、ポイント何センチ、で、この開き何センチで、ここからここの開きがどれくらいになるかって。ほぼ一緒かちょっと短くなるかな、ぐらいかな。で、ポイントって言うけど、まあここもデザインなので、ここまでデザインなので、もう好きに書いてくれればいいです。で、これで襟が完成なので、これで製図がだいたい終わったのかなって。襟のとこはかなり簡単に言ってるんで、もっと複雑なことはいっぱいあるんですけど、ね、例えば台襟と羽襟の関係性とかで、ね、限界もあったりもするし、なんかいろいろあるんで、そこら辺はね、みんな、各自、研究してくれればいいんですけど、まあまあ、すっごく簡素化したらこういう理論ですよ、みたいな感じで。ここまでは一緒。この 1.2 っていうのも縫製してたらなんで 1.2 取ってんのかなっていうのよくわかると思うので。1.2 幅取るっていうのはよくわかると思う。じゃあ、製図が終わりました。ということで、まあなんかわかんないとこがあったり、ここが抜けてるぞというとこがあれば、コメント欄なりなんなりで質問してくれれば、まあできるだけコメントで答えれそうなことはコメントで答えるし、追加でなんか説明が必要だったなと思うことがあれば、また動画を出すかもしれません。っていうことで、では、さようなら。ありがとうございました。